どうも伊藤真一です。僕は今高円寺にあるブリッジギターズという場所にいます。で僕は、普段はヒントというバンドをはじめスパルタローカルズ、あとフレッシュとかいくつかのプロジェクトで、ギターを弾いてます。今回は僕が特に好きな EQD のペダルを中心に紹介できればなと思ってます。で、まずこのシグナルの流れを、先頭から追って説明したいと思います。まずギターからの信号が、最初データコラプターに入ります。でその後に、この右上にあるプルームスというオーバードライブに入って、でその信号が今度は、このスイススイングスというループセレクターに入ります。でそこから A、B に分かれるんですけど、最初のループ1に分かれるんですけど、ループ1の方に入ってるのが、この下の3つですね。レインボーマシンとダートトランスミッターとグランドオービターに入って、これが今度、リターンでループ1に戻ります。でループ2の方は下のこの、6つのエフェクターに入ります、アバランチランと、スパシャルデリバリー、アフターニース、ナイトワイヤー、トランスミッサー、アクエダクトで入って戻って、最後に、アウトからこの、TC エレクトロニクスのアルターエゴという、ディレイに入って、それが最終的にこっちのアンプに行くという流れです。その僕がやっているバンドがいくつかあって、そのバンドごとにどうそのボードの中身が変わるかっていうのはですね、結構その日の気分でエフェクターを入れ替えたりもするんですけど、ヒントっていうバンドだと僕はこのレインボーマシーンと、あと、スパシャルデリバリーと、あとグランドオービターとかはだいたいボードに入ってて、でもう一個やってるそのスパルタローカルズっていう方ではアバランチランとアクエダクトは、もう大体入ってて、あとここに今日、持ってきてないですけど、他にもあとオーバードライブですね、パリセーズはメインの歪みとして使ってます。その僕の、サウンドの中で、一番こう大事なペダルというか、それはですね、バンドによっても変わるんですけども、レインボーマシーンとあとこのアバランチランはだいたい欠かせないですね。使い方がいろいろできるんで、レインボーマシーンとかだとコーラスペダルとしても使えますし、曲の終わりとかでこれを発信させてそのまま次の曲に行くみたいな、そういうちょっと効果音的な使い方だったりとか、あとアバランチランだったら、スパルタローカルズではある曲で逆再生のその音色を使う部分があって、その部分ではこれを踏んで、その同じ効果をレコーディングした時と同じ効果を狙って使うので、このやっぱ2つは自分の中では欠かせなくて、あとヒントではこのスイスシングスを、信号の一番最終段に置いてて、でこのスイスシングスはアウトプット AB とアンプ2台鳴らせるようになってるんで、これを一番最後に置いて2台のアンプを同時に鳴らしてて、あとその位相のフェーズスイッチっていうのがあって、もともと僕が使っているアンプ2台鳴らすと位相が反転しちゃうんですけど、このボタンを押せばもうそれ一発で解決できるんで、すごく便利ですね。僕のレインボーマシーンの使い方なんですけど、まずはその、
コーラスっぽく使う場面とかでコーラスっぽく使う時はこういう使い方っていうのがあって。これが、オーソドックスなコーラスとしての使い方なんですけど、普段ヒントっていうバンドで使う時は、曲の終わりなんかで発信させるというか、そういう使い方もできて、その場合だとで次の曲に行くみたいな使い方をよくやったりします。次は、アバランチランの使い方なんですけど、これはうちらのスパルタローカルズっていうバンドの曲で、1箇所リバースディレイを使う箇所があって、その場面で使ってるんですけど、これはもうなんかそのセクションは混沌とした場面で、もうっていうもうアドリブパートというか、そういう箇所があって、もうそこはもう思いっきり不穏なムードを出すためにこれを使うって感じですね。であと別の使い方というか、ちょっとなんていうんですかね、ルーパーっぽい使い方をする時があって。みたいな、これをなんていうんですかね、アバランチランをリピートをマックスにしちゃうと発信するんですけど、だいたい3時ぐらいにすると無限リピートみたいな感じでちょっと
ルーパーっぽくなるんですけど、短いタイムの短い。でそれを今度このレイシオっていうつまみを回すとリズムが変わるんですよね、フレーズの。でそれをちょっとリズムマシンっぽく使うというか、そういう使い方で、その信号をこのアルターエゴに送って、このループモードに送って、これで録音して再生して、さらにどんどん音を重ねていくみたいな、そういう使い方。この今さっきデータコラプターを使ったんですけど、この使い方は、いわゆるちょっと普通の使い方じゃなくて裏技っぽい使い方というか、なんていうんですかね、ここのロータリースイッチっていうんですかね、このカチカチカチって切り替わるんですけど、これを切り替わりの途中で止めるんですよ。そうすると勝手に音が発信するっていうか、っていうっていうちょっとこう飛び道具的な使い方なんですけど、これたまたまいじってて、なんか偶然その音が出て、これすごい面白いなと思って、なんとかこうバンドでも使えないかなと思ってるんですけど、今のところまだちょっと一人で遊ぶ時にこう使ってるって感じですね。データコラプターの、他の使い方なんですけど、これは多分いろんな人が苦労してると思うんですけど、それだけ挑戦しがいのあるエフェクターだと思ってて、なんか僕これのそのデモビデオを見た時に、なんていうんですかね、タッピングとか、のフレーズとかがハマったらすごい面白いのかなと思ってて、で全然僕そういう奏法自体はできないんですけど、昨日本当そのいじってて、そういうみたいな、ちょっとまだ全然僕自体がタッピングができないので、これはなんていうんですかね、本当にこのデータコラプターに呼ばれたフレーズというか、こういうなんていうんですかね、自分自身の技術の向上にもつながりますよね。その曲作りでの時にペダル、そのエフェクターをどう使うかなんですけど、まず最初そのエフェクターありきで曲ができることもあれば、全くそのエフェクター使わずにギターの素の音でやってて、この曲にはこういう音が欲しいなって後からこうエフェクターをどんどん足していくパターンと大体両方あって、その2パターンで曲を作るんですけど、エフェクターが想像力をかきたててくれるというか、そういうペダルにやっぱ出会うとすごい嬉しいし、やっぱりそういうペダルはもうおのずとボードからもう外せなくなるというかことが多いですね。僕がこの中でさっき、言ったアバランチランダとかレインボーマシーンはだいたい自分のバンドにも入ってるって言ったんですけど、その他で外せないエフェクターがこの中だと、だいたい僕単体でエフェクターを使うっていうよりは結構、合わせ技というか複数のエフェクターを使って面白い音を出すのが好きで、この中だとそうですね、このダートトランスミッターっていうこのファズが僕が最初に買った、EQD のペダルで、
これはやっぱりもちろんそのファズとしても優秀なんですけど、このバイアスっていうつまみがすごく効くので、もうブチブチしたファズサウンドから、ビッグマフっぽい音までこれで1台で出せるんですけど、これを使ってこれと、あと、スパシャルデリバリーですね、このオートワウというか、これを合わせると結構面白い音になるというか。これにさらに、レインボーマシンを足すともっと面白くなるというか。みたいな、こうちょっともう狂ったような感じのサウンドをこう単体で使うっていうよりはいろいろ組み合わせて面白い音を探していくみたいな使い方をよくします。で、ヒントっていう僕がやってるバンドでは結構僕はコーラスをよく使うんですけど、その、中の曲で「シーズナル」っていう曲があって、それはもう全編コーラスを使ってて、そのメインリフがこういう、メインリフがあっても、これはこの曲はもう全編コーラスをかけっぱなしというかほとんどで、途中で、セクションが変わって、フェイザーがかかるところがあって。こういう、もうフェーザーは割とオーソドックスな使い方をするんですけど、こういうセクションがあったりとか、あと、普段は違うペダルでやるんですけど、この EQD でも同じようなことができるというか、なんていうんですかね、このアフターニースと、スパシャルデリバリーを組み合わせると、水のなんか波紋のような音になるというか、ちょっと水中サウンドっぽいっていうんですかね。これも、普段はワウペダルとか、フェイザーを組み合わせて作ってるんですけど、今日はワウとかがちょっとないので、それをなんか別の形でやるとすると。
これちょっと水の中にいるような感じというか、こういう音も好きでよく使ったりします。あとはそうですね、なんだろうな、このアクエダクトのエンベロープ P っていうんですかね、このモード、通称マイブラモードって言われてますけど、これはアーミング、このギターとかまさにそうなんですけど、アームがついてないギターで、アームの効果を出したい時に、使うんですけど、みたいな、ちょっとこうぐにゃっとこうねじ曲がるような、スパルタロカーズの曲でも本当一瞬だけ使うとこがあって、みたいな、曲の始まり方をする曲があって、ベースのイントロで始まって、そこにギターがかぶさってくるんですけど、そこにコード一発でっていうこの使い方をしてます。僕が、この EQD ペダルの好きなところなんですけど、まずそうですね、この足元に置きたくなるっていうのが僕の中ですごく大事で、もちろんこの、デザインも含め、音色も含めなんですけど、なんかこう常に足元に置いといて踏みたくなるっていうのがどのペダルにも共通してて、それが大好きなところで、あとその音に関してももちろんなんですけど、すごくオーソドックスな使い方もできるし、さっきみたいに組み合わせてもうすごいクレイジーな感じにも使えるし、その振り幅の広さが魅力だと思ってて、箱を開けた時のワクワク感がすごい詰まってるというか、多分 EQD のペダル持ってる人だったら分かると思うんですけど、布の袋に入ってて、で、中にあれベースボールカードですかねが入ってて、あとピックも入ってて、そういうなんていうんですかね、その遊び心もすごくあるし、なかなかそういうメーカーって他じゃ見なくて、そういうすごくワクワクするというか、そういう要素が満載なので、そういうとこがもう大好きですね。